これは俺の技術だ。お前は必要ないからもう出て行け。首だ。硬い書類を机に叩きつける音が静まり返った研究室に響き渡った。まるで俺の存在価値そのものを否定するかのようなその言葉。追い詰められた空気の中、胸が痛いほど締め付けられる。懸命に開発してきた新素材。それがようやく形になりかけたというのに、焦る経営陣と己の野心に染まった上司がその成果を横取りしようとしていた。何かがおかしいと分かっていても、時間も資金も尽きかけている。もはや、意見は真っ向から衝突するばかりだった。ちょっと待ってください。まさか横取りするつもりですか？そう問い詰めた俺を上司は鼻で笑う。お前の研究だって？笑わせるな。先に発表した者が勝つんだよ。その声は絶対的な権力を振りかざすように冷たく響いた。気づけば、いつの間にか研究結果のデータまで盗まれたかのような扱いを受け、逆に俺が盗っ人呼ばわりされる始末。こうして懸命に積み重ねてきた研究も、会社での居場所も一瞬にして失った。だけど、この理不尽な出来事こそが俺の人生を大きく変える引き金になるなんて、その時の俺はまだ思いもしなかったのだ。俺の名前は瀬川海人。29歳の研究者で、感動研究所に籍を置いている。扱っているのは環境に優しい新素材。と言っても、まだ世に出ていない開発途中のものだ。子供の頃から海や森を守りたいと思っていた俺にとって、それはまさに人生をかけた研究テーマでもある。研究所があるのは都心の外れ。倉庫街に立っていて、見た目はコンクリートブロックを積み上げたような無機質な建物だ。近所には大きな道路が走っていて、昼間は大型トラックのエンジン音がひっきりなしに響く。でも夜になると嘘みたいに静かになる。研究者は夜通し作業することも多いから、夜の静けさが逆に集中を高めてくれたりする。もっとも、この数週間はあまり落ち着いて研究できる状態じゃなかった。理由は単純で、うちの会社が経営難で追い込まれているからだ。社内の空気はどこかギスギスしていて、社長をはじめ役員連中も、とにかく早く成果を出して投資家を安心させろと、俺たち開発部門に圧力をかけてくる。俺の所属する材料研究チームだけじゃない。隣の開発室でも新しい化学プロセスの実験をやっているが、そちらの主任もだいぶ神経を尖らせているらしい。そんな中で俺は、ある新素材を追求していた。キーワードは海洋分解性。海に流れ出してしまっても、なるべく自然に帰るようなプラスチック代替素材を作ること。それが俺の使命であり夢だった。なぜそんな夢を持ったのかといえば、子供の頃の原体験が大きい。俺の生まれ故郷は海辺の町だった。漁業で成り立っていて、小学生の頃は毎日のように砂浜で遊んだり、祖父の船に乗せてもらって沖に出たりしていた。だが、町の沖合にある工場からの排水が原因なのか、いつの間にか海が汚れ始め、魚が取れなくなった。祖父の漁師仲間たちも次々と漁を諦め、地元を離れる人が増えた。祖父母はギリギリまで続けようとしたけれど、最終的に廃業に追い込まれた。漁をやめた後、祖父は黙って海を眺めるだけの日々になり、祖母も観光客向けの民宿を始めて、なんとか生計を立てていたけれど、あの頃の家族の落胆した空気は、今でも胸の奥にこびりついている。もしも産業と自然がうまく共存できたら、俺の故郷の海は守られたのかもしれない。そんな思いが大学時代の俺の背中を押し、科学と材料学を学ぶ道に進ませた。海で分解されるプラスチック素材が本当に実現すれば、世界中の海洋汚染を少しは食い止めることができるんじゃないか。そんな理想論のような願いをずっと抱えてきた。そして今、俺はその海で自然に帰る新素材をほぼ完成段階まで引っ張ってきた。確かに手応えはある。プラスチックと同程度の強度を発揮しながら、一定期間が過ぎると分解が始まるよう設計している。通常使用では問題なく使えて、廃棄するときには土中や海洋中で徐々にバラバラになるイメージだ。そう聞くと夢のような話だが、実際は細かい調整が難しい。特に温度や湿度、塩分濃度の影響を受けやすく、条件によっては
想定以上に早く劣化が進んでしまう欠点が残っていた。セガはそろそろいいんじゃないか。そうやって背中を押してくるのは研究部門の上層部だ。社長や役員連中も含め、会社全体が早くヒット商品を作りたいという焦りを隠さない。俺だって焦っている。でも、未完成のまま世に出したら、逆効果じゃないだろうか。短期的に話題になったとしても、すぐに欠陥が見つかって信用を落とす可能性が高い。俺が数年かけて築き上げてきたアイデアや実験データがただの絵空事で終わってしまうどころか、環境技術の信用そのものを失墜させかねない。そんなことを考えながらも、研究室の机で試作品をいじっていたある晩、チームリーダーの立花部長がやってきた。年齢は40代で、俺の上司にあたる人物だ。研究所内では口うるさいところがあり、経営陣とやけに仲がいい。一方で、技術的な知識は豊富、というより、営業トークが上手い印象だった。自分の研究よりも、社外での交渉に力を入れていて、いろんな企業や投資家とパイプを持っている。そういう意味では、貴重な存在かもしれないが、個人的に俺は、あまり好きではなかった。セガは最近の進捗はどうだ？もうそろそろ完成だよな。夜遅い研究室。明かりは白色蛍光灯だけで、部屋の隅には資料や薬品が山のように積まれていた。立花部長はにやりと笑みを浮かべ、俺の手元の試作品に目をやった。いえ、まだ温度変化への耐性が不十分で、ある程度の改良が必要かと。特に高温下で急激に劣化が進むリスクがありますので、俺は正直に答えた。すると彼は、どこか嫌味を含んだ口調で言う。いつまでそんなことを言ってるんだ。うちの会社はもう待ったなしなんだぞ。瀬川がこだわってるのはわかるが、このままじゃ投資家を説得できない。せっかくの技術が埋もれちまう方がもったいないだろう。ですが、まだ市場に出すのは早すぎます。下手にリリースして問題が起きたら会社がさらに追い詰められますし、何より環境技術そのものの信用を落とすことになりませんか？信用って、本当に信用を守るなら、うちが倒産しかける前に動くしかないんだよ。いいか？俺は近々大手企業の幹部に直接会ってこの素材の話をする。そこで多少のアピールをしてでも絶対に出資を取り付けなきゃいけない。わかるな？そう言い残して立花部長は足早に去っていった。その背中を見ているとどうしようもない閉塞感に胸が締め付けられる。俺も会社を救いたい気持ちはある。だが焦って中途半端な成果を発表すれば取り返しのつかない事態になるかもしれない。何より自分の大切な研究が失敗例として世間に扱われるのはたまらなく嫌だった。数日後、俺は徹夜で改良案をまとめていた。夜の研究所は静かで、どこか不安感を煽る空気が流れている。それでも、実験データの羅列を見ていると、ほんの少し前進したような気がして、疲れた頭が少しだけ報われる思いがあった。時計を見ると、午前3時を回っている。小腹が減ったので、休憩室へ向かおうと席を立つと、部長室の方からわずかな光が漏れていることに気づく。こんな夜中に誰がいるんだろう。そっと近づいてみると、ドアは少しだけ開いていて、中で立花部長がパソコンに向かって何やら操作しているようだった。覗くのは良くないと分かっていたが、彼が開いていた画面をちらっと見た瞬間、俺はぎょっとした。そこには俺の研究データの一部や実験ノートの写真データらしきものが映し出されていたのだ。どうやら USB メモリにコピーをしているらしい。これって、まさか勝手に複製してるのか。思わず小声でつぶやいてしまったが、ここで問い詰める勇気は出なかった。というのも、立花部長は社内政治に強い。下手に騒ぎ立てれば、俺の方が個人情報を盗み見たとか、勝手に研究室の管理体制を崩したとか、わけのわからない難癖をつけられかねない。特に今は会社がピリピリしているから、上司に立てつくような真似をすればどうなるか想像もつかない。結局、何も言わずに研究室に戻り、頭を冷やすことにした。朝になって部長に問いただそうかとも思ったが、何か嫌な予感が拭えず、そのまま日々が過ぎていた。そんなある日のこと、朝一番に会社へ行くと、受付の女性スタッフたちがやたらとそわそわしている。どうしたのかと尋ねると、立花部長が大々的に新素材を発表したという話で、
持ちきりらしい。大手の企業グループと提携寸前だという報道がいくつかの業界ニュースサイトに載っているのだという。そう聞いて俺は耳を疑った。いや、ちょっと待ってくれ。いつ発表したんだ？しかも未完成のあの素材を。慌ててネットニュースを開いた俺は、さらに大きなショックを受ける。そこには、立花部長が学会で講演をした際の写真が載っていて、見出しには、革新的な海洋分解型プラスチック素材を開発、知覚製品化か、という文字が躍っていた。もちろん記事には、部長の名前が大きくクローズアップされている。俺の名前は、微塵も出ていない。すぐに立花部長に連絡を取ろうとしたが、ただいま外出中です。戻りは夕方になります。という秘書の答えだけ。もやもやした気持ちのまま研究室に入ると、チームのメンバー数人が騒然としていた。瀬川、聞いたか？まさか部長が先に発表するなんて。いやー、そもそもこの素材、まだ開発段階のはずだろ？本当に大丈夫なのか？彼らも同様に混乱している。俺は、なけなしの冷静さを保ちつつ、何が起こっているのか整理しようとするが、まるで頭の中が混乱の渦だった。とにかく、部長が社内外を巻き込んだ形で発表をしてしまった。それが、この会社にとってプラスに働くか、マイナスに働くかはわからない。でも確かなのは、俺がこの発表の情報を一切知らされていなかったという事実だ。それでも一縷の望みを抱いていた。発表の場で俺の名前や貢献が言及されていないだけで、実際には部長が、この開発を担っているのは瀬川だ、くらいはフォローしてくれているんじゃないか、と。しかし夕方、部長が戻ってきて、俺たち研究員を集めて開いたミーティングは、そんな淡い期待を一瞬で打ち砕くものだった。今回の発表大盛況だったよ。すでに複数の大企業が興味を示してくれている。近日中に具体的な提携話をまとめる予定だ。部長は終始上機嫌で得意げに語る。俺はなぜ呼ばれなかったんでしょうか。と問うと、彼はまるで、それが何か問題でも、とでも言うような目を向けた。いや、まだ開発途中だし、君を表舞台に出しても混乱を招くだけだと思ってね。あくまで俺が統括しているプロジェクトなんだから、まずは俺の口から紹介するのがベストだと判断したんだよ。わかるだろ？いえ、わかりません。そもそもこの素材の研究は、俺がメインでやってきたはずです。改良すべき点が山ほどあるのになぜ今発表を。瀬川は細かいことは気にするなって。それに会社の状況を考えれば、一刻も早く発表すべきだろ。君の研究が大きな注目を集めるのは悪い話じゃないよ。部長の口ぶりは、まるで俺を都合のいい下請けか何かのように扱っているかのようだった。俺が、いや、それはおかしい、と口を開きかけた瞬間、彼は、おっと、お電話だ。と言ってスマホを取り出し、軽く手をひらひらさせながら部屋を出ていく。なんという勝手な態度だろうか。その後も、社内では、立花部長が革新的な素材を開発したらしい。本当のところは、誰が開発したの？瀬川かもしれないけど、なんかトラブルがあるらしいよ。なんて噂が飛び交っていた。俺がデータを盗もうとしたという妙な噂まで流れ始めていて、立場がどんどん悪くなる一方だ。上司に逆らえない雰囲気があるせいか、同僚たちも俺の味方をするというより、傍観しているだけのものがほとんどだった。数日後、部長が再び外部のイベントで発表を行った。今回はプレスリリースまで打って、これは私が率いる研究チームの成果であり、近い将来世界を変える素材になるだろう。と豪語しているらしい。会社に戻ってきた彼は、さらに社長からお墨付きをもらったのだろうか。以前にも増して威勢が良かった。そして、俺が、この素材には改良が必要だ、という主張をすると、あからさまに面倒そうな顔をしてきた。瀬川、それは君の独りよがりじゃないのか？実際社長も OK を出してるし、投資家たちも歓迎してる。君が本当に開発者なら、なぜ改良が終わらない？本当は世に出したくない理由でもあるのか？違います。実際に高温多湿の環境で試験を行えば、すぐに劣化が始まるんです。こんな状態で実用化したら、大きなトラブルが。もういい。これ以上同じ話を繰り返しても仕方がない。君が信じないなら、こちらにも考えがある。考えがある、という彼の言葉が怖かった。案の定、その翌週あたりから、俺に対する社内の空気はさらに冷たくなった。書類管理の部署から、瀬川さんの研究データを二重管理で要求します、と急に言われたり、
総務から研究費用の使途が不透明だ。わざと完成を遅らせて研究費を横領しているのではという問い合わせが来たり、まるで俺が不正を行っているかのような扱いだ。これまでスムーズに使えていたはずの研究予算が急に凍結されかけたりもした。ちょっと待ってくれ。俺はそんな不正をした覚えは一切ない。研究費の使い道だってすべて報告書に書いてある。食い下がる俺に総務の担当者は困惑気味に、上からの指示なんです。としか答えない。上から。それはほぼ、立花部長を指していると考えていい。やられた。わかりやすい印象操作で、俺が問題児扱いされているんだ。誰にも助けを求められないまま、俺は次第に社内で孤立していく。何人かの同僚や先輩が同情してくれたが、俺たちも経営陣には逆らえないんだ。すまない。という空気が伝わってくるだけ。研究室にいても心が折れそうになる。材料の調合や実験を続けても、来月には研究予算が止められるかもしれない。いや、それ以前に、もう研究を終了するようにと指示が出るかもしれない。日に日に追い詰められていく実感があった。ある夜、意を決して立花部長に直接会いに行った。部長室のドアをノックして、失礼します、と入ると、彼は面倒そうに、なんだ、とだけ口を開く。そこには余計なスタッフの姿はない。面と向かって話すには今しかないと思い切って切り出した。部長、はっきり言ってください。このままじゃ俺は仕事を続けることが難しいです。研究データを盗んだのはそちらなのに、なぜ俺が悪者扱いされなきゃいけないんですか？俺はこの素材を本当に完成させたいだけなんです。立花部長は一瞬、驚いたような顔をしたが、すぐに軽蔑の混じった笑みを浮かべる。盗んだ？それはまた大げさな話だな。そもそも会社の研究データは会社のもの。お前一人の所有物じゃない。俺は上司として必要な情報を管理しただけだ。わかるか？そういう理屈を言いたいんじゃありません。今のままだと、市場に出した後大変なトラブルになる可能性が高いんです。一度トラブルになったら、この素材の評判は取り返しがつかなく。もう黙れ。お前の研究結果はもう完成してるはずなのに、どうして認めない？まさか、ずっとまだ改良が必要ですとか言って、研究費を余計に使おうとしてるんじゃないのか？正直に言うが、俺は本当に完成していると思ったから、先に持ち出しただけだ。会社のために、そして自分のためにな。結果的に俺が公の場で発表した形になったが、そもそもなぜお前が未完成といつまでも言い続ける？そう吐き捨てるように言うと、立花部長は机を軽く叩き、険しい目つきのまま、俺を睨みつけてきた。少し間を置いてから、彼は鼻で息をつきながら言葉を継ぐ。お前の試作品だが、標準的な温度や湿度の条件下で行ったテスト結果は、すでに十分高水準をクリアしている。強度も一般的なプラスチックと遜色ない数値を叩き出しただろ。さらに、中性の海水環境での分解速度も狙い通りの期間に落ち着いた。実際、俺はそのデータを確認した上で、これはもう実用段階だと判断したんだ。そうだろう。俺は唇を噛み締めながら、一歩も引かず、首を横に振る。標準的な条件を一部だけクリアしているというだけで、完成とは言えません。確かに、強度や分解速度の基礎データは悪くないです。でも、高温多湿の環境や急激な温度差にさらされたとき、分解挙動が不安定になる問題が残っています。それを無視して完成だと言い切るのはあまりにも危険すぎるんですよ。しかも、この素材は環境負荷を減らすために海洋中での分解速度を調整しているでしょ？そこの調整がまだ甘いんです。条件次第では思った以上に早く劣化が進みかねません。一気に言い切ると、立花部長は鼻で笑いながら、難癖だな、と言わんばかりに口元を歪めた。むしろその環境条件によって劣化が進む可能性があるってのが、この素材のポイントなんじゃないのか？自然に戻るという目標を達成するために不可欠なプロセスだろう。分解が進むのは当たり前じゃないか。だからこそ、コントロールが必要なんです。目的外のタイミングで壊れてしまったら、製品として意味がありません。標準温度や湿度だけを見て大丈夫だと言い張るのは、現実を半分だけしか見ていないのと同じです。言葉を重ねても、部長の表情は鋭くなるばかりだ。彼の目には、俺がただの言い訳を並べているように映っているのかもしれない。それでも譲れない。何度でも言わなきゃ。俺の開発した素材の本当の弱点は、
放置されたままになってしまう。俺は、まだ改良がいると言っているだけです。研究費を横領したいからでもない。部長、俺は自分の名前を出すかどうかなんて気にしてるんじゃない。ただ、未完成のまま世に出すことが危険だって分かってるからこそ、慎重になってほしいと訴えてるんです。そう言い切った俺の声は、わずかに震えていたかもしれない。しかし立花部長は、ふんと鼻を鳴らすだけで、こちらの真意を受け止める気配は見えなかった。机に置かれた資料の山を手で払うように乱暴に動かしながら、彼は俺を睨むように見つめている。相変わらず険しい眼差しの奥には、まるで何を言っても無駄だぞ。と言わんばかりの固い決意が感じられた。会社の廊下に出ると、窓の外から夕刻の日差しが斜めに差し込んでいた。光の角度が微妙に夕方の長い影を伸ばす。あまりにも不公平で醜い現実を目の当たりにして、しばし佇んだまま動けなくなる。俺が研究をここまで進めてきたのは、金銭目的なんかじゃない。海を汚すプラスチックを少しでも減らしたい。環境破壊を食い止めたい。それだけだったはずなのに。確かなのは、これ以上俺が何を言っても、もう立花部長は聞く耳を持たないということ。彼があれほど躍起になるのは、この新素材をすでに自分の名義で世に出してしまっているからだろう。今更未完成と言い出すわけにもいかず、かといってデータの不備を認めるわけにもいかない。だったらどうするか。簡単だ。すべてを俺のせいにすればいい。そうすれば、立花部長は功績を独り占めしながら、万一の失敗時に責任を俺へ押し付けることができる。もちろん、研究費の横領疑惑まで広めてしまえば、俺の信用は一気に下がり、反論を封じ込めるのも容易だろう。この瞬間、もう俺の足元には地盤がないに等しかった。研究を続けるどころか、犯罪者扱いされる恐れだってある。結局、立花部長との衝突は決定的となり、俺は会社を去ることになった。退職が決まるまでの間に流れた陰口は、今思い返しても不愉快極まりない。研究費を横領していたらしい。それをごまかすために未完成だと言い張っていたらしい。実態とかけ離れた噂が社内を飛び交い、何を言ってもまともに取り合ってもらえなかった。経営陣は立花部長を会社を救うヒーローのように扱っていて、大々的な社内報で、ついに革新的技術のリリース準備に入ったと称賛する記事を出す始末。俺の姿はそこに全く存在しないかのように扱われていた。荷物をまとめ、研究所を出る日の朝は妙に晴れ渡っていた。徹夜で資料を整理し、ほとんど寝ていない頭で重い段ボール箱を抱えながらロビーを出る。誰も見送りには来ない。ただ、一人だけ年配の技術員が気まずそうに、瀬川くんすまないね、と声をかけてくれた。俺はぎこちなく微笑み、こちらこそ、ご迷惑をかけました、と返すしかなかった。そしてエントランスから離れる直前、背後で聞き慣れた声がした。振り返ると、立花部長が腕を組みながら立っている。視線は冷ややかで、まるで最後の一撃を加えに来たかのようだった。これでやっと会社も落ち着く。お前がいなくなるのは正直ありがたい。研究費の使い道を曖昧にしてた分は、叱るべきところが追求するかもしれないが、まあ、せいぜい気をつけるんだな。言葉はまるで嫌味の塊でしかなかった。俺は反論する気力も湧かず、ただ、そうですか、と低くつぶやいただけ。胸の奥はグラグラに煮え立つような怒りで満たされていたが、今更何を言ったところでどうにもならない。そう判断し、そのまま会社を後にした。次の日からは、まるで時間が止まったような生活が始まった。自宅の狭い部屋で、うつうつと過ごすうちに、ふと、あの素材はどうなっていくんだろうと考えてしまう。それを思い浮かべるたびに、やりきれない感情がぶり返す。あのまま、製品化を急ぐなら、遅かれ早かれ、大きな問題が表面化するに違いない。でも、それはもはや、俺の手から離れたところで進んでいく事態だった。とはいえ、押し寄せる不安ばかりに身を委ねていても仕方がない。いつかもう一度、この素材を改良して世に出すチャンスがあるかもしれない。そう自分に言い聞かせるようにして、退職前にまとめておいた研究データのノートやパソコンのファイルを何度も読み返し、問題点を洗い出す作業を続けた。資金も設備もない今は、具体的な実験こそできないものの、理論的なシミュレーションや試行錯誤なら一人でもやれる。そう思っていたんだ。そして、運命の日がやってくる。会社を辞めて数日が過ぎた頃だった。
俺は朝から海辺に来て、ただぼんやりと波打ち際を眺め続けていた。やるべきことがないわけじゃない。退職前にまとめておいた研究データのノートやパソコンのファイルを読み返し、未完成の素材の欠点を洗い出す作業は続けていた。だけど、どうしても胸の奥に湧き上がる虚しさを拭えず、気がつけば砂浜に佇んで時間を潰していた。朝から夕方に差し掛かった頃、空にはオレンジがかった光が広がり始めていた。せっかくの景色だというのに、俺の心は晴れない。波音を聞いていると、まるで昔の記憶。故郷の海と祖父母の姿が頭をよぎって、苦しくなるばかりだった。本当に、このまま、何もできないまま終わるのか。そんな考えが頭をかすめては、どうしようもない焦燥感と悲しみが入り混じった思いに落ち込む。ぼんやりと波打ち際の方に歩み寄った時だった。突然後ろから腕をガッと掴まれた。ちょっと早まらないでください。驚いて振り返ると、そこには見知らぬ女性が立っていた。黒髪を一つに束ね、端正な顔立ちをしている。声の震えからして、俺がまるで今にも海へ飛び込もうとしている、とでも思ったらしい。懸命の形相で俺の腕を離そうとしない。いや違います。別にそんなつもりは。慌てて弁解すると、彼女はハッとしたように手を離した。潮風の中、互いに少し息を切らしながら見合う。何か重大な勘違いをさせてしまったらしい。俺は頭をかきながら言葉を探した。ごめんなさい。朝からここにずっといたもので、そんな風に見えましたか？はい。実は私、午前中にもここを通りがかった時、あなたを見かけたんです。ずっと同じ場所に座り込んでたから、心配になって、それで夕方にもまだいらっしゃるから、もしかしてと思って。彼女は息を整えながら胸を撫で下ろしている。確かに、この数日は頭がごちゃごちゃしていて、気づくと海辺で時間を過ごすことが増えていた。旗から見れば、不穏に映るのも無理はないかもしれない。わざわざありがとうございます。大丈夫ですよ、俺は。ただ、いろいろあって、落ち込んでいただけで。そう伝えると、彼女はほっと息をつきながらも、どこか気にかかった様子を見せた。そして、少しだけ間を置いてから口を開く。もしよかったら、何があったのか話してくれませんか？ここじゃなんですから。彼女は砂浜を見回しながら、控えめに笑う。とりあえず、喉が渇きませんか？私、さっき近くを歩いた時に、小さなカフェを見かけたんです。よければご一緒にいかがでしょう？正直、人に話すほどでもない。いや、むしろ聞かれたくないと思っていた。けれど、さっき俺を勘違いして、懸命に腕を掴んでくれた彼女が、どうにも悪い人には見えない。むしろ、久しぶりに誰かとまともに話をする機会を与えられた気がして、俺は戸惑いながらも、じゃあ、とうなずいていた。砂浜から少し歩くと、こじんまりとしたカフェがあった。外観は古い木造の建物を改装したようで、店頭には飾り気のない手書きの黒板が立てかけられている。夕暮れ時に差し掛かっていたからか、店内は程よく空いていた。いらっしゃいませ。柔らかい声の店員さんに迎えられ、窓際の席に座る。海沿いの景色が見える位置で、外の淡いオレンジ色の日差しがうっすらと店内に差し込んでいた。彼女はメニューを眺めた後、俺に向かって、何にします？と尋ねてくる。コーヒーでいいです。オーナーさん、コーヒーを2つと紅茶を1つ。あと、スコーンも頼んじゃいましょうか。せっかくなので。彼女が手際よく注文を済ませると、俺たちは向かい合うように腰を下ろした。テーブルは小ぶりで、どこか落ち着く空間。ドアの近くには、小さな観葉植物が置かれ、潮の香りがほんのりと風に混ざっている。しばし沈黙が続いた後、彼女が口を開く。実は、あなたを見かけたのは今日が初めてではないんです。数日前にも、海辺で一人、ずいぶん長い間ぼんやりしているところをお見かけして、だから、つい何かあったんだろうかと、気になってしまって。失礼だったらごめんなさい。まさかそんなに前から見られていたなんて思っていなかった。俺は少しうろたえながら、いえ、と答える。それでも彼女は謝罪するでもなく、ただ心配そうな視線をこちらに向けていた。まあ、いろいろとありまして、ちょっと今は仕事を辞めたばかりなんです。お仕事、辞められたんですね。はい。研究所に勤めていたんですけど、
退職することになりまして、いろいろと事情があって、その時、ちょうど店員さんが注文のコーヒーと紅茶、そしてスコーンを運んできた。俺は湯気の立つコーヒーカップを手にすると、その香りにかすかに救われる思いがする。彼女も紅茶を受け取りながら、再度穏やかに口を開いた。やめたと言っても、あまり円満にやめたわけじゃなさそうですね。彼女の小姉には、こちらを思いやるような柔らかな響きがあった。俺はわずかに視線を落とし、苦笑交じりに応じる。まあ、はい。正直、かなりゴタゴタがあって。胸にわだかまっている思いをどう伝えればいいか迷いながら、かいつまんで状況を説明する。会社の方針や上司との衝突、研究成果を横取りされた話などをややぼやかしつつも、なるべく誠実に話すと、彼女は目を伏せて、それは、ひどいですね。と小さな声を漏らした。実は俺、環境に優しい新素材を研究していて、ざっくり言うと、海洋分解性プラスチックなんですけど、その一言を聞いた途端、彼女の表情が一気に明るくなる。瞳を大きく見開きながら、驚きが混じった口調で言った。海洋分解性プラスチックですか？それって今、すごく注目されてる技術ですよね。確か、外国の大きな企業が力を入れ始めたり、日本国内でも、ベンチャーがいくつか動き出しているって、ニュースで見たことがあります。俺は思わぬ反応に、少し嬉しくなりながらもうなずく。はい。世界的にも研究が盛んですね。海洋汚染を減らすための切り札になり得る素材なので、各国がいろいろ開発を急いでいます。ただ、実用化には課題が多くて、そんな中、俺の所属していた研究所は、割と先行してそこそこの成果を出していたんです。でも、そのせいで焦った上層部が、まだ不十分な段階で発表を強行しようとして、まさかこんな場所で、この話が通じるとは思っていなかったので驚いた。だけど、彼女の表情には嫌味なところが全くない。純粋に関心を抱いているように見えた。実は、うちの会社も、その海洋分解性プラスチックの導入を前向きに考えていたんです。けれど、どうしても実用面の不安が拭えないという声が内部でもあって、よかったらうちに来てみませんか？詳しく話を聞かせてもらうだけでも構いません。必要があれば、私たちが研究をサポートできるかもしれません。彼女がそう切り出した瞬間、俺は一瞬言葉を失った。まさか、こんなにもあっさりと救いの手が伸びてくるとは思っていなかったからだ。とはいえ、同時に胸の内に疑問も生まれる。一体、この人は何者なんだろう。すみません。あなたは一体。俺がそう問うと、彼女は、申し遅れました。と小さく苦笑いし、カバンから名刺入れを取り出しながら言葉を継いだ。私、二階堂マリと申します。父が二階堂環境テクノロジーという会社を経営していまして、私自身もその企業の役員の一人なんです。そう言って、彼女はさらりと名刺を差し出す。受け取って目を通すと、確かに二階堂環境テクノロジー取締役と書かれた肩書きが目に飛び込んできた。聞いたことのある企業名だった。環境保護や再生エネルギー関連で地道に実績を積み重ねている中規模の会社だと、以前どこかのニュースで見た記憶がある。弊社は環境負荷を減らす素材を扱う商社やメーカーと連携しているんですが、このところ海洋分解性プラスチックには特に関心を持っていて、もしかしたら新しい事業の柱になるかもしれないって思っていたんです。思いもしなかった申し出に、俺は一瞬言葉を失った。会社を辞めてからというもの、誰も俺を信用してくれなかったのに、見ず知らずの人から、うちの会社に来ないかと言われるなんて夢みたいな話だ。なんでそんなに親身になってくれるんですか？俺みたいな、どこの馬の骨かもわからない相手を。そう言うと、彼女は笑顔になりながら首を横に振った。私、これでも人を見る目はあると思ってるんです。特に、海を見つめるあなたの目。あんな風に海に感情をぶつけるような人が悪いことをするとは思えません。そう感じただけなんです。思わず胸が詰まった。今の俺をここまで純粋に信じてくれる人がいるなんて、想像すらしていなかったからだ。誰に話しても、ほとんどが負け惜しみだ、言い訳だと笑い飛ばすか、あるいは面倒事から逃げるように距離を置かれただけだったのに。
ありがとうございます。一気に涙がこぼれそうになるのをこらえきれず、俺は目を伏せた。マリさんが少し心配そうに覗き込む。大丈夫ですか？ええ、ちょっと嬉しくて、誰にも信じてもらえなかったから。そう正直に伝えると、彼女は照れるように微笑んだ。信じるかどうかなんて、実際に会って話してみなきゃわからないですもの。研究データや実績も大事だけど、まずは瀬川さんご本人の目が嘘をついていないって、私はそう思ったんです。彼女の言葉は不思議と力強い響きを持っていた。こうして思いがけない形で、俺とマリさんとの出会いは始まった。まるで運命のように、海辺でさまよっていた俺の腕を引き止めるかのごとく、これをきっかけに、俺は再びあの研究に立ち向かうチャンスを得ることになる、なんて、その時の俺はまだ信じられない思いだった。それからの数週間は、まさに怒涛のように日々が過ぎていった。マリさんが二階堂環境テクノロジーの研究施設やラボ、そして必要な人材との橋渡しをしてくれることで、俺は再び海洋分解性プラスチックの改良に集中できる環境を手に入れたのだ。瀬川さん、今日のミーティングは15時からです。海外の企業からの視察も同時に来る予定なので、簡単な英語でのプレゼン資料も用意してもらってもいいですか？早朝、デスクに山積みの資料を整理していた俺に、マリさんが声をかけてくる。彼女の働きぶりは想像以上だった。俺が研究に打ち込めるように、必要な資金や設備を素早く整え、ラボのスタッフをまとめ、さらに海外の提携先とも折衝してくれる。いわゆる社長令嬢とか役員とかいうイメージを軽々と超えて、プロジェクトリーダーとしていくつもの仕事を同時にこなしていた。ええ、わかりました。早めにドラフトを作っておきますね。俺は作業の手を止めて応じる。すると、マリさんはほっとしたような笑みを浮かべ、ありがとうございます。と優しく返してくれた。あの海辺で会った頃は、あくまで偶然の縁くらいにしか考えていなかったけれど、今では彼女がいなければ、この研究は実現できなかっただろうと心から思う。そして、研究が本格的に動き出したのは、マリさんの会社が保有する環境テクノロジー用ラボの存在が大きかった。そこは最新の機器や測定装置が整備されており、俺が想定していた実験をほぼ全て行えるスペックを持っていた。まさか、こんな夢のような研究環境で再スタートを切れるなんて、日々感謝をかみしめながら試作や検証に没頭していく。当初懸念していた高温多湿環境での劣化暴走の問題は、分子構造の調整や複数の添加剤の再選定によって大幅に改善できそうだった。特に先の研究所では不十分だった熱安定性へのアプローチが活発に進む。マリさんやラボのメンバーとの二人三脚。いや、チーム一丸となった取り組みの結果、俺たちは半年も経たないうちに、ほぼ完成形と呼べるレベルまで改良を進めることに成功した。その過程で、マリさんとは自然とコミュニケーションが増えていく。データ分析に詰まった時には、深夜まで一緒にラボに残って試行錯誤したし、新しい技術アイデアが浮かべば、朝一番に連絡をくれたりもした。何度か夜遅くに食事をしに行くうちに、お互いの性格や考え方を知る機会も増えていく。深夜のラボは昼間とは打って変わって静まり返っている。試作サンプルが並ぶ作業台や高価な分析機器のモニターが薄暗い室内でかすかに光を放っていた。そんな中、俺とマリさんだけが白衣姿のまま残り、データの数値をチェックしたり、新しい合成方法について議論を重ねている。やっぱり、この温度帯では分解の反応が早まりやすいんですね。俺がディスプレイに映るグラフに目を凝らしながらつぶやくと、隣でメモを取っていたマリさんが少し困ったように首をかしげる。でも、先の実験では似た条件でも思ったより劣化が抑えられてましたよね。どこが違ったんでしょう。普段は落ち着いた口調の彼女だけれど、作業モードの時は多少砕けた表現が混じるのが面白いところだ。分析ツールをいじる彼女の横顔を見ていると、彼女も研究者の一員として真剣に取り組んでいるんだと感じさせられる。時計を見れば、もう深夜2時を回っていた。さすがに疲れが見え始めたのか、マリさんはペンを置いて短く息をつく。瀬川さん、ちょっと休憩にしません？コンビニで買ってきたコーヒーがあるんですけど。
助かります。ありがとうございます。彼女が差し出した缶コーヒーを受け取り、一口飲む。苦味が口の中に広がると、疲れが少し和らいだ気がした。しばし沈黙が落ち着きを生む中、マリさんが、ふと視線をそらしながら話しかけてくる。ねえ、瀬川さん。一つ打ち明けたいことがあるんです。はい、何でしょうか。彼女の声はいつになく慎重で、俺も自然と姿勢を正す。すると、彼女は苦笑しながら、そんなにかしこまらなくて大丈夫ですよ。と言った後、少しだけ遠くを見つめるようにして続けた。私、子供の頃から、いつか環境を守る事業をやりたいって漠然と思ってたんですけど、父の会社で役員を務めるようになってからは、いろいろな意見や利害が絡んでくるじゃないですか。お嬢様扱いされて、言いたいことも言えなかったり、本当の社会貢献って何だろうって迷ったり、正直、ここに来るまでずっと自分が何をすべきかはっきりしなくて、なんだか空回りしてたんです。彼女が言葉を探すように話していく姿は、いつものキビキビとした彼女からは少し想像しがたい。それだけ本音に近い話をしてくれている証拠なのだろう。でも、瀬川さんが研究に向き合う姿勢を見てると、なんだか私まで元気をもらえるというか、こういう風に信念を貫けばいいんだって思えるんです。だから、私にとっても瀬川さんとの出会いは大きな転機なんですよ。少し恥ずかしそうに笑う彼女を見て、俺は胸が熱くなるのを感じた。ラボの照明が彼女の長いまつげを淡く照らしている。そんな風に言ってもらえるなんて、こちらこそ、マリさんと出会えたことで研究を再開できて随分救われました。正直、あの時会社を辞めて絶望的な気持ちでしたから、深夜の静けさが言葉を素直にさせてくれるのかもしれない。彼女はうなずきながら、そっと缶コーヒーを手の中でもてあそぶ。私、社長令嬢だからって言われるのが正直嫌だったんです。本当に父の力だけで立っているわけじゃないって証明したくて、でもどうしたらいいかわからなくて、そんな時に瀬川さんに出会って、あ、私にもできることがあるんだって気づけたんです。ありがとうございます。彼女の目が少し潤んだように見えて、俺はドキリとする。確かに、彼女は俺の上司でもある。けれど、人としての彼女がこうして垣間見えると、自然と敬語の向こう側に親しみが芽生えてくる。いえ、俺の方こそ本当に感謝しています。俺一人じゃ、あの素材をここまで改良するのは難しかった。マリさんのサポートと、このラボとスタッフの皆さんのおかげで、夢の続きを見られているんです。そう言いながら、ほんの小さな声で付け足すように言葉を継ぐ。ですから、社長令嬢だからなんて言いません。マリさんは、マリさんなりに環境を守るために本気で向き合ってる。俺はそう思います。その瞬間、マリさんははにかむように笑みを浮かべた。昼間の厳かな会議室では、決して見せない、飾り気のない表情に、俺は少し胸が高鳴る。二人だけの深夜のラボは、まるで別世界のようだった。ありがとうございます。瀬川さんの言葉って、なんか不思議と、素直に受け止められちゃうんですよね。よし、もう少し頑張れそうです。そう言って、彼女は再び机に目を戻し、実験データをめくる指先に力を込める。俺も席を立ち、解析ソフトの画面を切り替えながら、同じように気持ちを新たにした。じゃあもう一度、この数値の比較をやり直しましょうか。眠かったら遠慮なく言ってくださいね。はい、大丈夫です。それにしても、終わったらラーメンとか食べに行きたいですね。こんな時間なら空いてそうですし。いいですね。では、目標はあと1時間の検証作業を終わらせたら夜食です。いつか必ず、この素材を本物の形で世に送り出す。そのために俺はここにいて、そしてマリさんもまた同じビジョンを抱いて隣に座ってくれている。深夜の研究室でのひとときは、そんなささやかな共感と励ましの空気に包まれていた。外の静かな闇をよそに、俺たちの心は確かに熱く灯り続けていた。それから数ヶ月後、その完成形を世に問う時がやってきた。ちょうど大手企業の展示会に合わせて、メディア関係者や投資家が集まる場を設けることになった。会社としては、このタイミングで一気に海洋分解性プラスチックの実用化に成功したというニュースを打ち出し、さらなる投資や契約を狙う狙いがあるようだ。何より、
俺たちとしては、やっと本物を完成させたんだ、という自信を堂々と示したかった。大丈夫ですよ、瀬川さん。あなたの研究は間違いなく本物です。だから、みんなの前で堂々と話してきてください。本番直前、ステージ裏でマリさんが小さく笑いながら声をかけてくれる。俺は胸の奥に広がる緊張感を吐き出すように息をつき、ありがとうございます、と返した。展示会場の広いステージに上がると、すでに多くの人が席についている。投資家、企業の技術者、環境団体のメンバー、そして多くのメディア。フラッシュの光やカメラのレンズがこちらに注がれているのがわかる。かつて研究を横取りされた挙句、不当な噂まで立てられた俺にとっては、また同じ目に遭うんじゃないかという恐怖もどこかにあった。けれど、今の俺にはマリさんやラボの仲間たちがいる。背中を押すように温かい拍手が聞こえた気がした。壇上のモニターにスライドを映し出し、改良した素材の特性をわかりやすく説明していく。以前の研究では解決できなかった高温環境での急激な分解をどう防いだか、同時に環境中での自然分解の仕組みをいかにコントロールするか、ポイントをかいつまんで伝えるうちに、会場は次第に熱気を帯び、拍手やどよめきが起こる。そして、質疑応答の時間になると、ある投資家が手を挙げて問いかけてきた。ここまで安定性を高めるのはかなり難しいと聞いていましたが、本当に実現したんですか？事実なら革命的な技術だと思いますが、以前別の会社が似たような素材をリリースして不具合を起こしたというニュースを見ました。そちらとはどう違うのでしょう？その質問に、俺は前職の記憶が蘇る。おそらく、彼らが言っている別の会社とは、立花部長が技術を横取りして発表したあの案件だ。すでに不具合が多発していると噂を耳にしていたし、実際にリコールの動きや賠償騒ぎも出ているらしい。けれど、今の俺には自信を持って答えられる。その問題は、高温化や湿度変化が激しい環境での制御が不十分だったことに起因します。私たちの改良版では、分子設計と分解トリガーの組み合わせを見直し、データの通り安全性と実用性を同時に担保できるところまで進化させました。実証試験の詳細は資料にまとめていますので、ぜひご覧ください。そう言ってスライドを切り替えると、会場から納得の声と拍手が巻き起こる。傍らを見ると、マリさんが誇らしげに微笑んでいるのが見えた。その笑顔は、これがあなたの本当の研究の姿ですよ。と言わんばかりに、俺の背中を押してくれているようだった。胸の奥が熱くなる。これまでの努力と苦しみが、ようやく正しい形で報われていく瞬間なのだと実感した。けれど、その安堵感が長くは続かなかった。ステージ下の喧騒の中、人波をかき分けるように歩み寄ってきた男の姿が目に飛び込んできたのだ。立花部長。かつて俺の研究を横取りし、不完全なまま世に発表した張本人である。その彼がこの場に現れるとは思ってもみなかった。ちょっと待て。それは俺が考えた技術だ。こいつは俺の研究を勝手に応用しているだけだ。先に発表したのは俺たちの会社だぞ。立花部長は険しい顔つきでそう叫ぶと、場内は一気にざわついた。カメラを構えていた記者たちも、一斉に彼の方を振り返る。マリさんの会社が主催する発表の場が突如として騒然となった。立花さん、あなたこそ何を言ってるんですか？もともとこの素材は俺が研究して。黙れ。お前が研究した？ふざけるな。俺の方が先に技術を公表してるんだ。証拠ならたくさんある。そっちこそ横領して、勝手に形だけ取り繕ったんじゃないのか？立花部長はさらに声を荒げ、こちらを威嚇するように指さす。会場の空気が険悪さを増し、司会者やスタッフたちが慌て始めた。マリさんの表情も緊張でこわばっている。このままでは、彼女の会社にまで疑惑の目が向けられかねない。ちょっと落ち着いてください。ここは二階堂環境テクノロジーさんの公式な発表会です。場違いな乱入だと思われますが、司会者が懸命に制止するも、立花部長は聞く耳を持たず、いいや、ここで白黒をはっきりさせる。と、興奮気味にまくし立てる。先に研究発表をしたのは俺たちだ。不具合が多少あるだけで、こいつに追い抜かれるようなものじゃない。どうせ、元は俺が率いたプロジェクトの派生だろうが。投資家やメディアの視線が、今度は俺に集中する。せっかく完成度をアピールし、多くの人から称賛を集めていたのに、このままでは全てが台無しだ。いや、それ以上に
マリさんの会社の信用に傷がつくかもしれない。そんな無茶苦茶な、当時から未完成だと知りつつ、あなたが無理やり世に出したのを忘れたんですか？それで大きなトラブルになったのは事実でしょ？お前こそ、俺の研究資金を食いつぶすだけ食いつぶして、まだ完成じゃないと嘘を。立花部長の言葉に昔の苦い記憶が蘇る。やられた。ここでまた同じ口実を持ち出されてしまうのか。会場の空気が重苦しくなる中、俺は懸命に言葉を探そうとした。しかしその時、ちょっと待ってくれ、立花さん。それは違う。張り詰めた雰囲気の中、落ち着いた声が聞こえた。振り返ると、人混みの奥からゆっくりと、前に出てきたのは、かつて一緒に研究所で働いていた年配の技術者だった。俺が退職する直前、気まずそうに、すまないね、と小声で声をかけてくれたあの人だ。杉野さん。俺は思わずその名を呼ぶ。杉野さんはやや疲れた表情を浮かべつつも、はっきりとした口調で言葉を続けた。立花さん、あなたは覚えがあるでしょう。あの時瀬川くんがまだ改良が必要だと訴えたのを無視して強引に発表を進めたじゃないか。焦っていたのは会社の経営陣も同じだったが、結果的に多くの不具合を招いた。今も賠償問題が絶えない。あなたの主張はただの責任逃れだ。おお、杉野、何を言ってる。お前、自分の立場が分かってるのか？会社に戻ったら首どころじゃ済まないぞ。訴えてやるからな。立花部長が睨みを聞かせると、杉野さんは一瞬表情を曇らせた。でも次の瞬間には決意を固めたように首を振る。構いません。自分の身が可愛くて瀬川くんを守れなかったことをずっと悔やんでいました。あの時、瀬川くんの海を守りたい、本物の環境技術を完成させたいという熱意を理解しながら黙って見過ごしてしまった。それが私の大きな過ちだった。杉野さんは苦しそうに息を吐き出し、やがてこちらを見てかすかに頭を下げる。瀬川くん、本当にすまなかった。君がどんな思いでこの研究を続けていたかと思うと、私がもっと早く動いていればこんなことにはならなかったかもしれないのにね。杉野さんの声は震えている。そしてそれを聞くと、立花部長はさらに声を荒げようとするが、周囲の視線が一斉に向けられたせいか、一瞬ひるんだように見えた。杉野さんは続ける。証拠ならある。瀬川くんが会社を辞める直前まで書いていた試作ノートのコピーや実験のログがきちんと保存されている。何より瀬川くんがこの技術を追い求めていたのは環境を守るために必須だと信じていたからでしょう。彼は子供の頃に見た汚れた海の記憶をずっと忘れられなかった。そう言っていた。息を飲んだ記者たちが今度は俺を注視する。過去の苦い思い出が蘇るが、だからこそ今正しく伝えなければいけない。杉野さんが持っているノートやログがあれば、この技術が俺の手で開発され、ずっと研究を続けてきたことの証明になるはずだ。杉野さん、ありがとうございます。俺は確かに故郷の海が汚されていたことがきっかけで、この研究に打ち込んできました。会社を辞めてからもずっと改良を続けてきたんです。立花部長が横取りしなければ、あんな不完全なまま発表しなくて済んだのに。言い切った時、会場の人々はもう立花部長には目もくれず、ステージ上に立つ俺たちを見上げていた。記者たちのカメラは杉野さんの資料を映し、スタッフが慌ただしく動き始める。勢いを失った立花部長は未だ言い返そうとしているが、すでに言葉もままならない様子だ。なんだよ、いいか？俺はただ。何かを言いかけるが、周囲の視線の圧力に耐えきれなくなったのか、立花部長は声を詰まらせる。やがて人々の視線を避けるように、その場を足早に立ち去っていった。場内にようやく落ち着きを取り戻す空気が漂い始めた。少し遅れて司会者がマイクを通し、皆様ご迷惑をおかけしましたが、今の発言は当社とは一切関係ございません。と断りを入れる。マリさんも深く息をつきながら俺のそばに駆け寄ってきた。大丈夫ですか、瀬川さん。すみません、マリさん。せっかくの発表会が台無しになりかけて。いえ、むしろ彼が自滅してくれたおかげで真実がはっきりしたじゃないですか。そう言って彼女はほっとしたように笑みを浮かべる。一方、杉野さんは周囲のスタッフに促されながら少し申し訳なさそうにこちらに目線をやる。
瀬川くん、本当にすまなかった。君の正しさを証明するのがこれほど遅くなってしまって。いえ、杉野さんが勇気を出してくれて本当に助かりました。ありがとうございます。俺は深々と頭を下げた。こうして立花部長の虚偽が暴かれ、俺が本当の開発者であるという事実が改めて報道陣や観客の前で確立された。場の混乱はあったものの、マリさんの会社や今回の改良技術に対してはむしろ誠実な姿勢を見せたという好印象が残ったようで、その後のメディア対応や投資家からの問い合わせはさらに活発になっていった。会場を出るとき、俺は騒ぎの後の熱気から来る疲労と安堵を同時に感じていた。でも、マリさんがそっと隣に立ち、これで本当の意味で、あなたの研究が世間に認められますね。と声をかけてくれたとき、思わず笑みがこぼれた。それから数日後、大きなニュースが舞い込んできた。かつて、俺が勤めていた研究所が、一連の賠償問題の影響で、資金繰りが破綻し、事実上の破産に追い込まれたのだ。立花部長をはじめとする経営陣の強引なリリースによる不具合が原因で、複数の取引先との裁判沙汰も相次いでいたらしい。結局、誰も責任を取りきれず、会社は解散の道を選ばざるを得なかったと聞く。立花部長自身は、会社からの解雇という形で処分を受け、世間からの厳しい視線を浴びているそうだ。表だった刑事罰はまだ確定していないようだが、賠償請求や背任行為の疑惑など、真っ当な社会生活を続けるのは難しい状況らしい。彼が最後にどんな言葉を残したのか、詳細は伝わっていない。ただ、その余波で苦しむ社員や取引先も多いと聞いて、やりきれない思いは残る。そんなある日、杉野さんが俺の元を訪れた。彼はスーツのポケットから何枚もの書類の束や古いノート、USB メモリなどを取り出して俺に手渡す。瀬川くん、君の研究ログや試作データ、実は俺、密かにバックアップしてたんだ。会社が混乱して消えてしまえなんて言い出す前にね。今更渡すのが遅くなってすまない。それから、昔のラボ日誌も見つかった。君がまだ若手の頃から、海を守るために懸命に頑張ってた足跡が残ってるよ。杉野さんは申し訳なさそうに頭を下げる。しかし、俺はそのノートや USB を受け取り、胸が熱くなった。そこには、まだ未熟だった頃の俺が生み出した。数えきれない失敗と小さな成功が詰まっている。指先がかすかに震える。ありがとうございます。杉野さんが勇気を出してくれたおかげで、救われた人がたくさんいます。今後はどうされるんですか？その問いに、杉野さんは少し寂しげに笑う。俺はもう、細々と研究を続けられればいいかなって思ってるよ。もう年だし、派手なことはできない。でも、瀬川くんを見てるとね、どうして自分が研究者になろうと思ったのか、あの頃の気持ちを思い出したんだ。夢を見させてもらったよ。ありがとう。そう言って、そっと溢れた涙を拭いながら、杉野さんは去っていく。その背中はどこか穏やかで、一つの区切りを迎えたように見えた。その日の夜、マリさんと一緒に実験室の片付けをしながら、俺は彼女に杉野さんとのやりとりを伝えた。すると、マリさんは真剣な表情で、あなたはいろんな人を救ってるんですね。とつぶやいてくれる。何気ない言葉が、まるで胸の奥を温めていくみたいだった。俺はただ、研究を続けただけです。マリさんが手を差し伸べてくれなかったら、俺だって、ここにいなかったと思います。そう言うと、彼女は少し照れたように笑い、お互い様ですね。と返す。そのまま、視線を交わすと、自然と顔が近づいて、気がつけば、静かな研究室に、二人の呼吸音だけが広がる。瀬川さんと出会えたこと、私は本当に感謝しています。俺もです。これからも一緒に頑張りましょう。手と手が触れ合い、やがて指先が絡む。その瞬間、どこかで小さな決意が芽生えたのを感じた。あの海辺で声をかけられたあの日から、数えきれないほどの苦難があった。けれど、今はこうして、お互いに同じ未来を見つめながら進めることが嬉しい。故郷の海を取り戻したいという気持ちから始まった研究は、いつの間にか多くの人の人生を動かしてしまった。でも、だからこそ、より良い方向へ導いていく責任があると感じている。マリさんの存在は、その思いをしっかりと支えてくれるだろう。夜の研究室を後にしながら、俺は彼女の手を離さずに、心の中で静かに誓う。これからも研究のために、そして
俺たちが描く未来のために歩みを止めないと。隣にいるマリさんのぬくもりが、その決意を確かなものにしてくれる。そう信じながら。